ファイナルファンタジー14-2025年振り返りコーナー。おはいえなし、今年もお世話になりました。行く年来る年家なしということで、年の瀬に今年1年ファイナルファンタジー14で何が起こったか、そして私はどんな動画を投稿したかをちょうどエキルレ1回分で振り返るゆるゆる雑談動画です。この動画いつ公開してんのかわかんないんですけど、多分年越しそばをすすりながらお楽しみください。パッチ 7.1! 2025年1月1日、皆さん14で何やってたか覚えてますか？私も覚えてなかったんですけど、今確認したらパッチ 7.15 滅でした。時たつのハエ初の24人高難易度アライアンスレイドですね。ギミック自体そんな難しいわけじゃないんですけど、やっぱ24人で大縄跳びするとそれだけで自己率って上がるもんで、クリアまでかなり苦労した覚えがあります。どなたかの配信者のキャリーパーティーに潜り込んでクリアしたんだっけな、忘れちゃった。赤としては死にゆくターラのメンバーをバルレイズして絶頂できる機会が多かったんで楽しかったんですけど、後々その同じアライアンスのヒラが存命なのにターラの赤が蘇生しちゃうと蘇生位置的に迷惑でしかないってことを知って、練習中に俺の絶頂のためだけに蘇生された人ごめんって思いました。この動画でもコメントあった通り、単ヒラ、特にヒラだとターライアンスのフォローとかできることの裁量が増えてめっちゃ面白かったって言ってる人がいて、確かに複数ロールできるとこのレイドめっちゃ面白そうだなって思った記憶があります。ちょっと不満なのが、このメッツって当時めっちゃ現時点で第2弾は不透明、フィードバックくれ、今後作るかどうかはその声で決める的なことをヨシピーだか言ってて、で結局メッツは好評だったっていう総括をどっかのインタビューでしてたんですけど、同時に 7.2 だか 7.3 あたりで7.x でメツの実装はない、メツの制作には高度なスキルが必要で絶を作ってる中で並行で作るのは難しいっていうことを言っていた認識で、ってことは最早で 8.0 だとすると、じゃあもともと次作れるにしても2年後のつもりで当時フィードバック求めてたんかいってブスッとした覚えがあります。あの辺クレセントアイルのフィードバック受けて魔の塔のノーマル版作るとか開発内容の見直ししてるから、もしかしたら当初予定にはあったのかもしれないんですけどね。私のチャンネルの動画としては、ピカセンたちにリアルの仕事の内容を伺う異業種おしゃべり会を開催したのもこの時期です。歌い手社長、ゴーストライター、医者、スロプロ、BL 漫画家、学校教師、風俗嬢、船舶機関士などなど、さすが非課線いろんな人がいるんだなって、自分の知見も深まりつつご縁もいただきつつ、数字も9大点という意味で我ながらいい企画でした。40から外れるんですけれども面白いのでぜひご視聴ください。オフラインイベントとしては1月にファンギャザリングやってましたね。全然関係ない私の視聴者が2人いて、気がついたら X でその2人が相互フォローになってて、私が一方にFC とか固定とか一緒になったんですかって聞いたら、ファンギャザリングでナンパされたって言ってて草でした。あと事件関係ですけど、メインアカウントからサブアカウントが割り出されるストーキングツールが発覚したのもこの時期です。本当ミラプリが妙に充実したパンデモサーバーのビナビエラのサブアカ作ってなくてよかった。ちなみに園芸つながりで言うと、政治色強めの動画を出したのもこの時期ですが、今は非公開設定にしています。ちょいちょい案件をやるようになって悲しいことに私も守備を覚えてしまった。高市早苗でやろうものなら一発で消し済みになるので、老後の楽しみにとっておきたいと思います。パッチ 7.2! 3月から5月にかけてはパッチ 7.2 ペケ。ここが14としてはいい意味でも悪い意味でも今年一番盛り上がった区間じゃないかなと思っていて、主だったところで言うとメインシナリオとアルカディアクルーザー級とコスモエクスプローラーとクレセントアイルですね。メインシナリオ、世間的にはこの 7.2 が評価されていて、確かにストーリーシナリオ両面で良くなったなっていう感じはしました。ゼレには泣いたし、クルーザー級はマジで面白かった。ノーマルレイドから面白かったですよね。敵と一緒に踊るスタンスの1層、ストリートアートテイストの2層、マップ移動したと思ったらさらに床割れる3層、新しい要素のあり驚かされる要素があって、でさらに霊式でもプラスアルファがあって、2層の雑魚フェーズなり3層のソーンデスマッチなり、いやほんとソーンデスマッチはフレーバー含めて天才だし、ノーマルの時に思いつかなかったの悔しいわ。雑魚フェーズなんかも当時やりすぎだろアホって思ってたんですけど、あれをクリアしたからこそレベルアップもしていて、例えばナイトだけスタンさせまくれるとか、雑魚を A から B まで持っていくときは B で止まるんじゃなくてちょっと突っ切るぐらい運ばないと範囲攻撃まとめて当てられないとか、あと私てっきり総ダメージ量単体より範囲の方が上回るのって3体からだと思ってたんですけど、それもスキルによるもので、ゼノグロシーとファウルだったら2体の時点でファウルの方が総ダメージ多いとか全然知らなかったんで、開発としてはプレイヤーにその簡単すぎおもんなーでもまた高難易度描写はおもんなーでもないちょうどいい塩梅のストレスを与えなきゃいけないから大変な仕事だろうなって思いました。クルーザー級めちゃくちゃ良かった一方で、コスモエクスプローラーとクレセントアイルは燃えましたね。この2つって中身の出来もそうですけど、それ以上に事前の広報の時の期待値調整と、あとその後の PLL 放送、要は危機対応、その2つがちょっと微妙でしたね。私行月から FF 始めたんで、申請の頃の混迷期知らなかったのもあって、 PLL であんなボコられてるの見るの初めてでした。どんな場だってそうですけど、人がボコられてるのを見るのは気分良くなかったですね。しかも申請の頃とかだったらヨシピーもまだ血気盛んな年だから、まだ
まあ血気盛んな年の男なら気持ちよくボコってもいいって言いたいわけじゃないんですけど、私も今年20歳とはいえ思考は割と昭和寄りなんで、今のうちにボコられてボコられなれりゃええやんって気持ち正直あるんですけど、でも今ヨシピーは50過ぎてますからね。50過ぎのおじさんみんなで画面越しにボコるこの構図何なんだよって PLL の同時視聴中げんなりしてました。別にボコるべきではないとは思ってなくて、なんかユーザーが品質に満足してないことを受け止める責務が PD にはあるとは思いますけど、いずれにせよやらかしたもんはしょうがないですし、それ踏まえてどうするってところがさらに次の PLL では示されてましたし、次世代仕様として実装されたピルグリムトラバースは私は超楽しかったんで、それにクレセントアイルのフォークタワーも最初期の島ガチャの印象が悪かっただけで、フォークタワー自体はやっぱ大人数攻略の醍醐味を感じられるものでしたし、グンヒルド・ディルーブラム霊式と同じ編成仕様になるなら魔の塔は絶対楽しいと思う。楽しみです。私のチャンネルの動画としてはジョブ愛語りがこの時期ですね。初回のナイトが3月なのでこの時期でした。人が集まらなかった忍者以外は全バトルジョブと漁師やったんですけど、そのうちナイト、モンク、リーパー、漁師、戦士盛り上がったなっていうこのジョブが確定で放送で、あと私の手が回らなくなって編集ができてなかったところ、いろんな方のお力を借りて、これに加えて踊り子竜騎士ガンブレ暗黒騎士が放送できました。ご協力いただいた方ありがとうございました。10月頃にヒーラー対象にヒカトーク参加者募集したんですけど、なんかやっぱこの頃と比べるとやっぱり応募者数が低調だったんで、この時期にこの企画やっといてよかったなって思ってます。あとケテンラムとクレッセントアイル行ったのもこの時期ですね。本当はまた作りたいんですけどね、こういうゴミ動画も Google キープにはメモいっぱいあるんですけどね。オフラインイベントとしては3月の伊勢丹コラボと7月の光の納涼祭ですね。パッチ 7.3! 8月から10月にかけてはパッチ 7.3 でした。ここはさっき言ったディープダンジョンがやっぱおもろだったっていう話と、だが応じてみせよですね。全然関係ないんですけど、観客の皆さんお気分は悪くないですか？もう好きですね。ディープダンジョンソロ攻略してから初めて称号エンライテンドってやつつけっぱにしてるんですけど、これ気持ちいいっすね。今まで絶称号つけてる人内心バカにしてたんですけど、これつけるわ。つけますね。ディープダンジョン結局どうだったんだろう。なんかいつもディープダンジョン通ってる人が稼働してからしばらく経ってもピルグリムトラバースの入り口は賑わってるって言ってたから成功したのかな。思想40やりてー。今年一番14でやり残したことが思想40ですね。これほんとやりたいんだよな。 YouTube やってなければ絶対やるんだけど、というか界隈の攻略動画の再生数とか見てるんですけど、なんで4人用の高難易度コンテンツってこんな人口少ないの？いや、やってないお前が言うなって感じなんだけど、あと意味わからんこと言うなって思うかもだけど、自分でもやってない理由がわかんない。霊式のように毎週一層からやり直す必要もないし、装備もピルグリムポーションも整ってるし、別に私バトルが面白ければ報酬どうでもいいし、野良戦なのに野良がないからかな。今これ喋りながら考えてたんですけど、それかもな。野良ってなかったよね。前一回見た時全然なくて泣いたんだよな。6点ペケのアナザーダンジョンもそうでしたけど、なんで霊式だとあんな野良があって4人用だと野良が死滅するんだろう。ようわからん。いつか誰かバックキャリーしてください。マックス40の供物調整システムは私が見聞きする景色だけで言うとなんか2割ぐらい機能してる感じでしょうか。15と40しか聞いたことないし、でも15倒してから次40っていうのはちょいちょい聞くし、同じ敵でもギミック強度緩めて練習できるっていうのはいいと思うんで、次は普通と難しいとかなんのかな。選択肢多いとフリーズしてどれも選ばなくなるし、選択肢が少ないと俺に合う難易度のものがねえってわめくし、ゲーム開発って難しそうですよね。私1個ジャストアイデアがあって、選択肢が少ないとみんなが満足しない、選択肢が多いとフリーズするならば、最初の入り口は一つにしてプレイするにつれて際限なく難しくしていけば全員満足するんじゃないって思ったんです。で、結局それって何かっていうと、スプラのバイト、入り口はみんな同じで、ウェーブ制にして敵がどんどん湧いてくる、敵はどんどん強くなっていく。で、強くなるっていうのは HP も増えるし、オートアタックとかも痛くなるし、やってくるギミックも最初は単純な円ドーナツとかだったのが、回転とかヒートフリーズとか強制移動とかサイコロとかつき始めていくとかで、全滅したら、あるいは時間内に倒せなければゲームオーバー、敵の撃破数でポイントつくのでポイントで競う。ポイントとランクかな、 SSS とか SS とかで、欲を言えばハクスラみたく道中で一時的なバフを選択して拾う。例えばバリア量プラス 15% とか、一定秒数動かないたびによだめが 5% 上がるとか、このコンテンツでしか経験できないバカバフつけてちょっとランダム性を増やしていく。で、高難易度になるとそのバフとかジョブを組み合わせていかないとなかなか倒せなくなるので、運要素も絡んでくる。これは14には馴染まないかもですけど、ウィークリーで特定ジョブだけ超える力つけるとか、そのジョブをプレイする動機づけにもなるし、これをデイリーに組み込んでトームストーンまでもらえるようにすれば、デイリー周回するものとしてもやり込み要素としても使えるんじゃないか。設定としてはアルカディアの当初を育成するための育成プログラム的な。そしたら既存モンスターの素材も使えるし、あるいは全部ホログラムにしてホロベヒーモスとかにしちゃうとか、どうですか？面白そうだと思いますか？
こんなんとっくの昔に考えてんだろうな。モンハンワイルズコラボもこのタイミングでしたね。こういうコラボってほんとどれだけ効果があるんだろう。14民がモンハン行くの楽ですけど、モンハン民が14始めるのマジ大変ですよね。長すぎるし。私2年ぐらい前にリアルフレ5、6人が14興味持ってくれて一緒に5区やってたんですよ。全員モンハン民でもあったんですけど。で、1人だけ行月まで終わらせてくれたんですけど、残りは1ヶ月ぐらいで飽きてやめちゃって、で、そいつらが今回の5区アルシベルトでディスコに気になるって発言してたんですけど、私が最新までやる必要あんねん的なこと言ったら、そこで会話が終わりました。そうだよな。長すぎるようなそのコラボにたどり着くまでが。冒険録あるやんって思うかもですけど、コンプパックプラス冒険録プラス月額料金っていう初期費用もバカにならんしな。でもせめて黄金まですっ飛ばす冒険録作った上で、このコンプパックと冒険録買えば今14やってる人と同じコンテンツを楽しめますよってやつはあった方がいいと思うんですけどね。でもさすがに高難易度コンテンツにホットバーって何って人が混ざり得るのはさすがにやりすぎか。最新パッチ1個手前までっていうのはいろいろ考えた上での塩梅なんだろうな。当チャンネルの動画としてはパッチ 7.3 については正直私にとってはあんまりやることがないラインナップだったので、この頃から中華芸に浮気気味ですけど、モンハン民向けにオメが紹介したやつの反響が大きくてびっくりしました。 YouTube よくわかんないや。あと海外のモッド共有システムが締め出されたのもこの時期ですね。あとはリアル姫ちゃんですね。ほんとこういう話皆さん好きですよね。こういうトラブル関係の動画作ってる時いつも思うんですけど、姫ちゃん側の言い分も聞きたいんだよな。何を考えてそういう行動に出るのかとか、あるいはそもそも事実誤認があるとか、いろいろクリアになって絶対そっちの方がいい動画になると思うんで、キャラ名を元にとつるのも考えたんですがチキってやめました。なおもう一方のリアル姫ちゃんの方も今後楽しくやっていくのでよろしくご視聴ください。オフラインイベントとしてはプライマルズ関連でゼップが7月、武道館9月でした。ゼップ落選、武道館行きました。音楽イベントばっか精出しやがってとか言われたりしますけど、オフラインオンライン両輪で盛り上がってほしいので、私としてはやれるうちにやってほしいし、行けるうちに言っとく。これだけですね。あと9月には東京ゲームショウに14も出展していました。スクエニのブースもでかかったので、でかい企業なんだなって再認識させられます。しれっとモルボルさんとも写真撮りました。パッチ 7.4！ ここはこの前感想動画を出したばっかなので割愛します。一つだけ付け加えるなら、今日喋っててすごい思ったんですけど、もともと今回の動画ではあのコンテンツが良かったどうだこうだって話をしようとしたのに、思想って成功したのかなとか、モンハンコラボでどれぐらい流入したのかなとか、やっぱそういう今後14が盛り上がっていくかどうかってところへの関心のウェイトがものすごく大きいんだな自分と感じました。この動画編集時点ではまだ出してない。で、この動画が出る頃には多分出てるんですけど、14を今からやる価値あるのかっていう趣旨で1本動画作りました。今年ずっとこれが頭にこびりついてたんですよね。そっちの動画でも触れてるんですけど、いろんなゲームに私がフラフラしてる中で、今時のゲームやっぱすげえ14いけてねえなここって感じる要素も多々あるんですけど、でも思った以上に14ってやっぱすごいんだなって再認識したところもあって、アフターコロナかつ物語の一区切りってのもあって、ユーザー数の減少トレンドに歯向かっていけよスクエニとまではさすがに思わないけど、本来のポテンシャル以上の厳しいトレンドで推移してることに対して勝手にフラストレーション溜めてんのかもなって思いました。面白いんだもんこのゲーム。この動画の反響の大小が楽しみでもあり、やや不安な気持ちです。そんなところかな。2026年予定、私が興味あるところをピックさせてもらうと、1月初旬アルカディア霊式ヘビー級、2月中旬 7.45 バリアントダンジョン昇格物語、4月 7.5 エコーズ・オブ・バナディール、ほぼ同時期に絶、8月 7.55 クレセンタイル・マノト、そしてさらに翌年2027年1月頃パッチ 8.0、 絶以外はやりますって考えると、毎年ペケ点5の後は絶やらない民からすると耐えの時間だな。ちなみにヘビー級霊式についてご相談、私いつも霊式は初週だけ朝起きて霊式やって寝る生活をして、2週目一層に戻されちゃうことで糸が切れてやめちゃうんですけど、その結果直近の踏破状況こんな感じです。例年通りだとヘビー級も厳しい気がする。でも攻略動画は素材があるなら作りたいなと思ってるので、もしこの条件に該当する固定のパーティーいらしたらぜひ DM ください。14としてはそんなところですね。皆さんの今年の14の感想をぜひコメントください。年末の挨拶がてら少しお話しすると、私自身はチャンネル運営者としてこのチャンネルを永続させるよう、今年は14以外にも色々手出しましたけど、やるにつれ14ってのが温かいコミュニティを持つ MMO であることや、私がファイナルファンタジーシリーズ全般のオタクであることなどもあり、自分の中で14の代替になるゲームはないって気持ちをはっきりさせたところです。なので今後も超長期にやっていくつもりなので、引き続きよろしくお願いします。8ヶ月前に明言で言ったんですけど、14の良し悪しをもっとちゃんと語れるようにするには、私が無意識に毛嫌いしてる今時のゲームにも手出さなきゃダメだなって思って別ゲーに手
手出して思いのほかハマっちゃった感じなんですけど、この動画についてはその元々の意図、自分が別ゲーで学んだことを14に還元するっていうのを一つ形にできたと思っています。そういう意味で私は別ゲー手出して良かったとは思ってますけど、ゲーマーとしてはいろんなゲームに手を出すことを目的にすると、それは手段と目的が入れ替わってる状態だと思っていて、大事なのはあくまで楽しくゲームすることだと思っています。楽しくゲームするための手段としていろんなゲームに手出すんだったらありだけどね。何が言いたいかっていうと、今14面白いやばすぎって人はもうそう思ってるうちは心行くまで14だけをやりまくればいいと思います。現に私も2年前ぐらいだったか視聴者から2件勧められたけど、当時は14やりたいと思って手出さなかったし、他のも手出してみてってなったら私のチャンネルの別ゲームをぜひご視聴ください。皆さんの金銭にハマる確率を上げるために私もいろいろこれはって思ったやつはゴリゴリゲームします。皆さんが最短で最高のゲーム体験ができるよう楽しく頑張ります。まさかこんな雑談動画を最後まで見てくださるぐらいの方なのにチャンネル登録はしてねって方いらっしゃらないとは思いますが、2026年はぜひ登録の上お楽しみいただければ幸いです。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。おつゆなし。